もうずっと僕はセット頼んでますね。油そばとチャーハンのセットです。油そばとチャーハンのセットですね。有名なセットでセット。油そばとチャーハン。味噌チャーハン。味噌チャーハン。80近くなってこんな鍋作ってる人もいないだろうと思うけど。ねえ。いっぱいいるよ、大丈夫だよ。こんな鍋作る人いるね、大体。遊びを知らないでここまで来ちゃったのね。ああ、なるほど。だから登頂した時、エベレストから電話かけて出前お願いします。お店の魅力とかって何だと思いますか？美味しいとこ。すごくアットホームで、ね、すごく気さくに喋りかけてくれるので。じゃあまた1年生も出てきてもらう。はい、ありがとうございます。いただきます。本当ならもう今年やってないはず。会社辞めてからやりたいなんて言われたら戻るとこないじゃん。確かにそうですね。心のどっかにやりたいって気持ちがあって、はい。あるのに、でなくなっちゃうと後悔するなと思って、女の子に蹴られたにしたら足痛すぎて、で紹介されたのががんセンター。足もなくなることも覚悟してたんですけど。はい。ありがとうございます。足がもう動かなくなるまではやりたいです。なるほどですね。うちのおじいちゃんは夜中の3時まで韓国ドラマ見て韓国ドラマですか78歳のおじいさんが夜中の3時までテレビ見て8時半か9時ぐらいに起きてきて、そこから仕事です。祖母もいるんですけど、はい今日朝から病院行っちゃってるんですけど、ああ、そうだったんですね。営業までには帰ってくる。あ、なるほど。この前はずっと2人でやってたね。あ、そうなんですね。私がここに来たのはちょうど1年前ぐらいです。あ、そうなんですか。そうなんですよ。 50年間ぐらい2人で。今年で50何年だ。5年目か。そう、5年5年目に入ってんだ。やっぱりね、お客さんがみんな助けてくれたんで。まあちょっとネットの記事とかでも若干拝見はしたんですけど、まあサラリーマンとかやられてたっていう。元々は食品メーカーに勤めてた。はいはい。でそこからちょっと体調崩されたっていう感じなんですか。体調を崩したのは大学生の時で。あ、そうだったんですね。そうなんですよ。大学3年生の時かな。空手やってたんです。はいはい。空手やってる時に後輩の女の子に足蹴られて、はい。女の子に蹴られたにしたら足痛すぎて、なるほどなるほど。立てないぐらい痛くて、これ蹴られただけじゃないなと思って病院に行ったら、はいまあ、町の整形外科だったんですけど、はいはい。ちょっともしかしたらここじゃ見れないような病気の可能性があるから、まあ折れてるだけじゃないぞっていうことだったんですね。で紹介されたのががんセンター、ユーイング肉腫っていうがんが膝にできてた。もう足もなくなることも覚悟してたんですけど、はい。周りの人の支えと腕のいい先生のなるほどなるほど。足がなくならずに人工関節に生きたここしなかったのか。人工関節にしてあ、なるほど。で抗がん剤を丸1年間やって今はもう元気に過ごしてる。まあでも本当にその時に家族の支えとかで、まあ、当時は彼女でしたけど、はい。奥さんなんですけど、奥さんがすごい支えてくれて、いやー、奥さんの支えが最高だよ。ああ、なるほど。あー、俺感心したもん。病院の看護師さんたちが奥さんですかっていうぐらいに発表してたもん。取られないようにあっちでご飯食べてきた。いらっしゃいませ。
プリン研究会でかい懐かしいですよ。懐かしいです野球優勝してビルカでやった時代だ。図書館の前で本当ゆうたろう頑張ってるよ今。だからセットなんて何十年も変わってないよ。そうせいでしょ。何十年も値段変わってないのもすごいだろ。やばいっすね。もう頑張ってる。30年前の卒業式。いやーそれはすごいな。値段変わってないじゃねえな。企業努力だね。お待たせしました。企業努力のいいとこだよ。アメフトのお兄ちゃんたちはよく来てくれるのよ。いっぱい食べてくれるし。いらっしゃい。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いいですよね。質問お願いします。はい。セット。セットの油そば大盛りです。はい。ないです。はい。大盛りどっち？大盛りです。はい。ありがとうございます。はい、どうぞ。多い時は週2、3来る時もあるし、学校ある時はもうほぼ毎日みたいな感じでしたよ。もうずっと僕はセット頼んでますね。で僕はもう油そばとチャーハンのセットです。まあ料理が美味しいのはもちろんなんですけど、人柄というかすごいあったかくて居やすいですね、とても。いらっしゃいませ。ここやりたいっていうふうに思ったきっかけみたいなのはあったんですそれ別に小さい頃は何とも思ってなかったんですけど、か？はい。大きくなるにつれて鍋振ってる姿とか見たりしてる時にかっこいいなって。俺はね、本当ならもう今年やってないはず。あ、お去店年あたりでやめようかなっつって言ってた。お店閉める予定だったんですね。もう年だしね。はいそれがきっかけじゃないかと思うんだけど。まあそれでまあ心のどっかでやはい。っぱやりたいっていう気持ちはあったんですけど、うんうんうん。大学も出してもらって、はいそれでまあ病気して足のこともあったんで、なるほど大仕事ですし、そういうことをこういろいろ考えた中で、はいまずはサラリーマうんうんンやって、でサラリーマンやりながら仕事してれば多分ここやりたいなんて気持ちもなくなるかなと思ってたんですけど、はい心のどっかにやりたいって気持ちがあってはい。あるのに、でなくなっちゃうと後悔するなと思って、なるほどです。まずは自分の気持ち伝えて。会社辞めてからやりたいなんて言われたら戻るとこないじゃん。確かにそうですね。もうしょうがないいいよというね。それが策略だったの。奥さんもいるんだしね。もう安定した会社にいた方がいいよっつって言って大変だよっつって、うんうんうん。そういうのもやるっていうの。なんかこっちが一生やるようになっちゃう。予定が予定が狂って狂っちゃったんですね。いらっしゃいませ。いただきますね。餃子です。はい、少々お待ちください。はい、どうぞ。はい、お待たせしました。還暦野球を一緒に。意外と。油そばとかみんなやってるけど、味噌チャーハンの味噌をみんな自分家で作って。あ、
そうなんですね。だからねあ、これから寝るんだけど、ちょうなるほどなくどなくなっちゃあって、学生がみんな真似するね、味噌チャーハンになって、うーん。大変だけどできねえなんて当たり前だろうって言ったら、普通の味噌でやってたんでできるわけねえんだよ。できたらもうやめちゃうよ。味噌チャーハンってな、そのチャーハンと作り方がちょっと違う。なるほどですね。じゃあちょっとその辺も注意しながら見てみます。距離感がないとね。下手したら味噌だとみんな焼きすぎて、あー、なるほど。味噌は焼けちゃうから、香ばしさを出さなきゃなんないし、何も出さないんだかといって焦げすぎちゃってもダメだし。パラパラすぎてもダメだし。なるほどですね。みんな味噌チャーハンって本当にこの味噌を舐めてるようなイメージでいるみたいだけど、またそれが違う。そういうわけだ。そこが何と言っていいんだかね。そこが味噌なんです。あれもあるんですよ。好き。ウーバーイーツした時魚もあるし。魚食べないから。きれいなとこに入っちゃう。水やっぱりちょっと。行くたんびになんか冷凍してあるお肉とか全部くれる。お店の魅力とかって何だと思いますか？美味しいとこ。週1では来ます。やってらっしゃるのがご家族さんっていうのですごくアットホームですごく気さくに喋りかけてくれるのですごく行きやすくていつも来ます。いらっしゃい。久しぶりです。久しぶりのね、春休み明けて。いらっしゃいませ。セットのチャーハン大で普通のセットね。落とすのはまあ、8年じゃないですか。はい、よいよいよいよ。昼休みは短すぎるよな。俺学校に文句言ってんじゃね普通のセット。チャーハン大盛りのセット。はい。はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。いただきます。じゃあ食べたくてめっちゃインスタ見てましたからね。じゃあまた1年生も出てきてもらう。いやめっちゃおすすめしましたよ。もちろん。はい、ありがとうございます。ありがとう。はい、ありがとうございます。どうもありがとうございました。頑張って。はい、ありがとうございます。お疲れ様。毎週100割が来てます。有名なセットで。油そばとチャーハン。味噌チャーハン。味噌チャーハン。絶対最近はずっともうそうなんですね。美味しすぎてそれ以外のもの全然できなくなる。お店の魅力って何だと思いますか？どんなに灼熱な日でもここに食べに来たくなるようなそんなうまさですね。店員さんたちはすごくもフレンドリーで、家庭的な雰囲気が広がっていいですね。
きます。めちゃめちゃいいです、はい油そばとチャーハンのセットですね。セットで1000円って学生にとってもありがたい。安いしお腹いっぱいになる。ちょうどいいです。なるほど。店員さんのあったかいアットホームな感じでめちゃめちゃいいです。話しかけてくれたりとかで覚えててくださってるところもするんで、それが嬉しいですね、こっちとしては。なるほど。ペラになるのね。だって若い頃は本当にね、ちょっとね、創業されたのは今現マスターになる創業したのこの2人。奥様とマスターでそう創業されたということで、またなんでこう飲食店をやろうと思ったんですか？なんで飲食店？サラリーマンが要するに性に合わなかったら、ああ、なるほどです。そんでこの道に入った。なるほどです。なるほど。サラリーマンが合わなかったんだよな。ああ、なるほど。だからサラリーマンが俺に合わなかったっすよ。そんで何をやろうかと思ったら、自分で独立するにはこの道が一番早いかなと思って。なるほどです。だから開店した頃は夜12時まで営業してたからね。あ、そうだったんですね。だから寝るのがいつも午前3時とかさ。その癖が今抜けない。そう、その癖がいい。ああ、そうですね。その癖が抜けなくて今はもう韓国ドラマにドハマり中ということで。だから遊びを知らないでここまで来ちゃったのね。ああ、なるほど。朝5時に帰ってきて。あ、おかみさんそうだったんですか？だって夜中の3時に出て行きゃ5時頃になるじゃんね。ああ、もう。よく言うよね。だから子供が学校行くぐらいまでに帰ってくんだっつうからさ、はいはいはい行っちゃってから帰ってきて。あ、なるほど。こう今お店にもたくさんのサインとか飾られてると思うんですけど、あ、サイン？はい、うんうん、これはアジア大学の野球部の、野球のみんなが学生時代来てくれてて、あ、なるほどですね。ほんでプロに行く時に置いてた。あ、そういうことですね。だから野球選手のサインが。みんなアジア大学の野球。一回聞けば全員の若い時はまださ。ちなみに野口さんとの出会いとかっていうのは、野口君の出会いはね、アジア大学来てたのね。あ、はいはい。で、うちに来たの。あ、ご飯を食べに、はい。その時にね、もしかしてレベルっていう調整してる野口君が、はい。それがじゃあ初めての出会いなんですね。毎日来るようになって、で、仲良くなって、でそこからのお付き合いっていう感じなんですね。だから登頂した時、はい、エベレストから電話かけて、衛星電話、ベースキャンプ降りてきてるからね、出前お願いします。こうお店を今50年以上続けてらっしゃると思うんですけど、嬉しかったことって何かありますか？10年いろんな出会いもたくさんあったかとは思うんですけど、やっぱりなんだろうね、嬉しかったことってな、俺が嬉しかったんだからみんな嬉しかったから、特別に嬉しいって嬉しかったのはやっぱりね、俺のお母さんが生まれた時だよ。学生がね手伝ってってくれたんだよ。俺丼洗ってってあげるよなんて丼洗ってってくれたりさ、子守してくれたり、公園連れてってくれたり、それが一番嬉しかったね。じゃあこのお店がつないでくれた縁っていうところが、開店した当時ね、忙しかったのに、学生さんがみんなそうやって協力してくれて、なるほどね。やっぱりそういうのが嬉しかったよね。お孫さんがお店をこう
継ぐというかやるって言った時はどう思われましたか？心配、一番先に心配が来たよね。ああ、なるほど。だからラーメン屋は大変だよ大変だよって年中それを流しといてさ、諦めさせようかな。でもやるっつうんだからさ、覚悟はできてんだろうと思ってます。じゃあしょうがねえやつ。今じゃあお店をこう継ぐっていうのが目標だとは思うんですけど、今お店自体は1年ぐらいそうですね。になるんですかね。ちょうど1年ぐらいだよな。じゃあもともとは会社勤めされてたっていうことで、4年間勤めて勤めました。で今こちらのはいお店を継ぐために日々奮闘中という感じですかね。いろいろ環境の変化がありすぎて、そうですよね。会社辞めてここ来て子供も生まれてなんてああ、なるほど。一気に来たの。一気にそうです。確かにそうですね。もうでも2人も年取ってきてるんで、はいいつどうなるか分かんないんですよ。あったんでもう今年しかないと思って去年、なるほど。そこでもう一年発起して。はい、ただ話に来るだけじゃまた確かに。また辞めろって言われたりなんだりするんで、もう会社辞めてくれば覚悟が伝わる。なるほど。お店の目標じゃないですけど、今後の夢とか何かありますか？ありがとうございます。いや、あと引き継いだ人がちゃんとやってくれりゃそれでいいっていう感じですよ。じゃあまあこれからやる人はやることだから。まあいつまでかわかんないですけど、とりあえず鍋を振り続けられる限りは鍋を振りながら行く末を見守るって感じですかね。ねえ、80近くなってこんな鍋振ってる人もいないだろうと思うけど。ねえ。いっぱいいるよ、大丈夫だよ。嘘やん。こんな鍋振ってる人いないだけど。逆に今後のお店のお孫さん的に目標とか展望とかありますか？まあ目標はね、やっぱ長く続けることですね。できるだけ長く続けられる。このお店を守っていく。はい。まあ2人で50何年もやったんだからさ。そうですね。お前ついたら100年やるよ。なるほどなるほど。100年まで。私は2人みたいにそんなに体が強くないんで、足がもう動かなくなるまではやりたいです。なるほどですね。まあ味はやっぱ10人十色で感じ方違うと思うんですけど、それ以外のところでお客さんにこう不満な気持ちを持たして帰らせちゃうとまずいなと思うんで、そういうところはちょっと意識してやってきますんで、ご来店お待ちしております。